皆さんこんにちは。コイアス開発チームの浦川です。コイアス、一般公開を開始して2日経ちました。その間、すでに8000天体を超える、新天体候補天体が、MPC に報告されています。皆さんご協力ありがとうございます。この動画では、使い方編の中級編としてですね、実際私が小惑星探しをしている様子をお見せして、で、ポイントをちょっと解説していこうかなと思います。はい。では早速ですが、解説としていきます。これが今現在私の、が、探索を開始する画像選択の画面になっています。で、自動選択をしていただいてもいいんですけれども、ここで今一度言っておくと、この黄色い線がありますね。この黄色い線は行動と言いまして、ここに太陽系の天体がたくさん存在している可能性が高いです。なので、この黄色の線の近くを選ぶと、たくさん見つかりやすいと。そういう意味ではエリア2とエリア3は見つかりやすいんですが、エリア3は見つかりにくい。個数としては見つかりにくい。しかし一方で、通常の天体ではない小惑星帯にないような地球接近天体や、そういった、珍しい軌道を持つ太陽系天体が見つかるかもしれないので、大物狙いの人はエリア3を行くといいでしょうということです。で、今じゃあちょっとエリア2を、エリア1ですかね。エリア1を私やってみようと思います。ちょっと多めのところを狙いまして、こう赤いところが未解析ですので、そこをクリックします。で、ここに観測日とか、枚数とかが書いてありますけれども、枚数はですね、5枚、6枚、7枚ぐらいのものが見つかりやすいです。4枚ももちろん見つかるんですけれども。で、最後にもう一回レポートモードのところでも説明しますけれども、コイアスでは3枚以上、画像を選んだうちの3枚以上に検出されてないと、報告できないような仕様になっています。これは MPC 側で、3つ以上じゃないとリジェクト、拒否、専門用語をつかないで言うと、受け付けてもらえないので、3枚以上となっています。で、ここでこれでいいやと思ったら決定するんですけれども、ここで少しファイルの名前の説明しておきますけども、この warp-hsc って書いてるんですけど、この次のところに G って書いてます。これが実はフィルターの名前でして、コイアスでは G と R と I と Z と Y かな。はい。5種類のフィルターがあります。で、G と R が比較的見つかりやすいです。はい。なので G と R を選ぶと、I もまあまあいいかな。選ぶと発見個数を稼ぐ上ではいいです。はい。では、今回ここの画像たまたま G だったんですけども、この5枚すべてを選択していきましょうと。はい。で、ここまで行くと、ここに探索準備というところに色ついたので、探索準備モードに入ります。はい。で、ここで今まで基本編ではあまり詳しくお話ししませんでしたが、ここに設定ボタンがあります。この設定ボタンを押すとパラメータを設定できるんですね。はい。で、今5枚選んだんですけれども、この最低検出画像枚数っていうのは何かっていうと、5枚のうちに何枚以上小惑星が見つかってたら、検出されてたら、それは自動検出で、測定します。自動検出で、移動天体と認めますよというお話なんですね。はい。で、次、自動速攻半径っていうのは、これ何かっていうと、小惑星の明るさの中心から何ピクセル以内の半径、何ピクセル以内の円を、小惑星と認めるかと。小惑星の範囲であるかっていうことを認めるかっていうことなんですね。これ、難しい、専門用語で言うと、開口速攻とかですね、言うんですけれども、そういう星の明るさの調べ、測定の仕方です。で、6ピクセル以内っていうのは実は2.4秒角に相当するんですけども、これやや広めにしています。これは小惑星が伸びて映るからですね。恒星は止まって映るんですけど、小惑星は移動しているので、やや伸びて映るので、やや広めに設定にしています。
で、検出光源数、これは1枚あたり、ノイズも含めて小惑星候補と満たせられる光源の数、光の信号の数は最大何個ですかっていう値なんですけど、これ500にしてます。500でもいいんですけれども、これをもし少なくするとどうなるかっていうと、見つけやすくなります。ノイズが減るので見つけやすくなるんですけれども、その代わり暗い天体が自動検出で引っかからなくなるので、手動検出をする必要が、可能性が高くなります。はい。で、ここはお好みなんですけれども、例えば今回200でやってみましょうか。200でやってみますと。で、ここまでいくと、解析スタートボタンを押します。手動解析あるんですと、これは上級編でお話ししましょう。はい。で、解析が終了したところですね。はい。間もなくですかね。はい、終了しました。はい。で、少し言い忘れてましたけれども、ここに、観測時刻が書いて、観測日と観測時刻が書いています。このデータは2018年の11月2日の世界時、イギリスの時間ですけれども、の5時から6時52分に取ったというデータになっています。で、コイアスでは、もし、発見につなげようということでしたら、新しめの2020年とか2019年とか、そういったデータから解析するといいかもしれません。なぜかっていうと、これ2018年のデータ送ってるんですけれども、もしかしたらこの2018年から今の2023年までの間に他の観測所ですでに検出している可能性があるんですね。そうしてそれらがすでに MPC に報告されていたら、後から我々がたとえ観測日が2018年でも後から送るとですね、その先に報告した方に仮符号が行く可能性が高いので、はい、だから仮符号を目指すんだったら早め現在に近いデータを使う方がいいです。はい、では実際探索モードに行きましょうと。さて、これでいいデータかな？どうでしょうか？説明にいいデータだと嬉しいんですが、だいたいいい感じのデータになってますね。はい。で、基本編でお話しした通り、これ5枚、ここ画像が5枚あって、これをパラパラ漫画のようにして、探していくんですけれども、ちょっとコツとしてはですね、ここのコントラストをちょっと深めにするというか変えてあげる。そして明るさもちょっと変えてあげると。そうするとよりノイズみたいな暗い天体までが際立って見えやすくなります。はい。こういう操作をするとギリギリの明るさのものが見やすくなります。そして、ここに、上の方にですね、プラスマイナス拡大縮小の横にこの目みたいなところに、表示するしないというマークがあるんですけれども、これを押すとですね、候補天体が消えたり消えなか現れたりします。はい。で、自力でどうしても見つけたいときは、こう、邪魔なときはですね、この黒四角が邪魔なときは消してください。今は特に問題ないからつけときます。後で邪魔になったら消すかもしれません。で、ここの再生ボタンを押して、ブリンク操作、つまりこのパラパラ漫画を開始してもいいんですけど、私の場合は右矢印ボタンを押していきます。これキーボードです。はい。キーボードの右矢印ボタンを押しても、こうやって移動していくし、左矢印に行くと巻き戻しが行われます。で、今見て明らかなように、ここに移動天体いますよね。だからこれ1個見つけっていうことで発見に、はい、見つけましたと。で、すでに赤い四角がついているのは、これは、基地の天体ですね。これは自動で測定されています。で、ここにさらに、もう1個いましたね。測定していきます。なるほど。そして、下の方を見てみると、そうですね、3枚目が映ってないですね。これなぜかっていうと、スバル望遠鏡画像を映る、5枚撮像するときに、ちょっとずつ撮像エリアをずらしながら撮るんですね。これディザリングっていう操作なんですけども、この操作をしているために、ちょっと視野からずれてしまったりとかして映らない時があります。で、この3枚目があるとちょっと見にくいなってもし思ったらですね、ここに歯車マークがあるので、
この歯車マークを押して、もう3枚目は最初から表示させないと。で、こういうふうにしますと。で、そうすると、ちょっと4枚ですけど、4枚ブリンク画像になって見やすくなりましたね。はい。で、そうすると、ここの001番と000番、これもどうやら小惑星候補のようですね。はい。はい。というわけで、結構見つかりましたね。4つ見つかりましたと。で、もう少し、現実の画像で測定したいなってなることもあります。で、その時はですね、このマスクなしを押していただいて、さらに3枚目も消すと、はい。こういうふうに、スバルのデータそのものが出てきますね。はい。で、これで、ひとまずここでよしとするんですけれども、次これで手動測定に入っていきます。はい。で、手動測定に入っていくんですけれども、要は今、いくつかの天体、測定しましたけれども、見逃しがないかのチェックをしていきます。で、見逃しがないかのチェックをこれでパラ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 とするんですが、こういう時に拡大ボタンを使ってですね、見逃しがないかをチェックしますというと、もう早速なんか一つありましたね。見逃しっぽいものが。はい。で、これを測定していきましょうということになりますが、この手動測定の時はですね、ちょっと先にやっちゃいましたけど、マスクなしの方がいい時があります。はい。で、この辺にいましたよね。はい。ここですね。1枚、2枚、3枚と。4枚、そうですね。3枚目消したから1、2、3、4ですね。はい。で、これ手動測定がいいのはなぜかっていうとですね、マスクなしがいいのはなぜかっていうと、ここに明るい星ありますよね。で、明るい星があると、それ消しちゃってるんですけども、その明るい星の光の影響を。一色たにこの移動天体、小惑星候補も消しちゃうことがあるので、確認してみましょうかね。これマスクなしでやるとどうなるかっていうと、1枚目、2枚目、3枚目、4枚目いなくなっちゃってるんですね。はい。3枚目表示してないけど、4枚目、5枚目か。いなくなっちゃってると。で、こういう時はやっぱりマスクなしにしてあげて、そうすると、ちゃんと見えますよね。はい。で、これを測定していくわけですが、ちょっと拡大率が変わりましたが。はい。で、クリックして測定を開始します。で、これ、ちょうどいい感じ、大きさぐらいになってるんですけども、この、拡大表示画面の大きさも変えることができます。ちょっと変えてみましょうか。ここの設定画面で、拡大率を小にしてみましょうか。小にした状態で先ほどの天体を表示すると、ちょっとここは大きくなりましたね。もうちょっと分かりやすいように極小にしてみましょうか。で、もう一回クリックすると、はいはい。なんかちょっと分かりにくくなりましたけども、すごいエリアが広くなりましたね。で、これなぜエリアを広くするバージョンを用意しているかっていうと、もし地球接近天体であれば、この小惑星の星像がですね、細長く伸びて映る可能性があるんですね。で、そうすると、この拡大表示からですね、はみ出しちゃうことがあるので、そういったことがないように、この極小モードっていうのを用意しています。で、台は見やすさのためですね。もっと詳細に見たいという人のために用意しています。今回台でやってみましょうか。はい。で、台にすると、今クリックしたエリアが浮かって映っていて、これが小惑星ですね。で、この小惑星をきれいに囲んでください。ここで、正確に小惑星からの光を漏らさないように全体を囲むと。こんな感じかな。はい。で、小惑星の位置っていうのはですね、この対角線、この四角形の対角線の中心が小惑星の位置として認定されますので、いい加減にやっちゃうと最後の誤差が大きいってことで、レポートモードで
受付拒否されることがあります。例えば、大体でいいやって言って、こんな風にやってると、これはもうおそらく測定誤差になって、誤差が大きくてエラーになります。で、これ、綺麗な四角なんですけども、こういった選び方も、はい、行ってもいいです。はい。特に斜めに映って、今回これ斜めに映ってないですけど、細長く斜めに映ってる小惑星もあるので、そういう時はこうやって斜めに選んでいただくと嬉しいかなと思います。で、今回は綺麗に映っているので、このぐらいかな。はい。これで、完了ということです。で、2枚目に行って、はい。こうやって選びますね。やっぱりこれはマスクなしでやった方がいいのかもしれません。これマスクありだとこの次の、マスクなしで次の画像をやるとどうなるかというと、はい、こんな風になってしまって見えないのでですね。やっぱりマスクありでやるとマスクありで再確認してやるといいと思います。このぐらいだったらいいかな。はい。で、最後の1枚となります。小惑星をきれいに囲みつつ、さらに小惑星からの光を漏らさず取っていくように、ちょっとずれてますかね。ここをちょっと慎重にやっていただければと思います。で、これが測定完了したら、次ここ右上のプラスボタンを押しますと。これで1個測定できましたと。で、他にもう1個ないかなってちょっと探していきますね。ちょっとここは本当にリアルでやってるので、スムーズにいくかどうかわかんないですけど、どうやらここにはこれだけのようですね。で、ちょっと下の方に行って、いましたね。もう一回これを3枚目も復活させてどうですかというと、やっぱ3枚目が少し、ここに4枚目、5枚目、4枚目、3は消えて2、1、ここいるんですけど、2枚しか映ってないので、これは測定できないですね。せっかくいるんですけれども、2枚なので、これは諦めましょうということになります。で、やはりちょっと3枚目が見づらくなっちゃうので、画面表示を消しますと、これが1枚目かなという気もするけど、そうですね、これが1枚目かな。1枚目にいますね。はい、じゃあここ、測定できないと思ったら測定できそうですね。これ次の天体こう測定します。これちょっと斜めですよね。斜めだとすると、こんな感じかな。はい、この対角線の中心が1となります。そしてこの四角の間が小惑星の明るさとしてカウント、測定されます。1枚目。で2枚目が消えて、3、4、3枚目表示してみて、4枚目、5枚目。そうですかね。ここを慎重に、ちょっと違うかな。はい。このぐらいの囲み方で、あんまり大きく囲まないでくださいね。このぐらいの囲み方で、はい。囲んでください。これで2個終わりましたと。そして他にないかなと探します。ここにもいるんですね。ここにもいるんですけど、5、4。ちょっと1枚目にいないかな。1枚目が、そのディザリングの影響によって、うまく捉えてられてないので、いるんですけど諦めましょうと。で、次の領域に行きますが、ここにはいそうにいるんですかね。2、
いますね。こういう淡いのを見つけるのがもはやマニアックになってくるんですけども、ここにいます。で、これを淡いですけども、しっかり囲んであって、こういう淡いのまで焼くと24等星とか25等星というすごい淡い天体まで観測することができます。で、ここなんて、本当すごい淡いですよね。この辺が AI だと、ここは結構厳しいんだと思うんですね。ここは人間の目のいいところで。ここにいますね。はい。ちょっとコントラスト変えてあげて。で、ほとんど、いきなりこの画像を見せられたらわからないんですけれども、クリックしたあたりになんか淡いのがいたなっていうのを知ってるので、なんかこうやって囲めるわけですね。これですね。このぐらい淡いのまでいくと、25等星とかっていうところまでいくし、24かな ?24 点いくつっていうところまでいきます。で、5枚目はちょっとお隣の星と重なってるので、誤測定の原因になりそうなのでやめときます。で、他にいないのかというのを探しますが、1枚、2枚写ってるのはいるんですけども、5枚3枚以上写っているのはないかな。はい、なさそうなので、じゃあちょっと今拡大してるので、もうちょっとお隣の画像に行って、これは5枚目が写ってなさそうなので、5枚目を消して、そうすると見やすいと。そうするとまた見つけましたね。ここにいますね。このぐらい暗いのまで、慎重に、はい。はい、これでもう一つ見つかりましたと。で、他にないかなと探しますが、まあいいかなと思います。で、もちろんこれ、私が今見逃してる可能性もあるんですね。そういう意味では、これこれ解析終わると、解析完了となってるんですけども、解析率100%の画像もですね、見逃しがある可能性は十分にあるので、もう一回解析してみても構いません。特にまだリリース3日目なので、2日目、3日目なので、慣れてない方も多いと思うので、先ほどみたいに暗い天体までは探しているのかどうかっていうと、どうなんですかね。探せてない人もいると思うので、もう一回、解析率100%であっても、もう一回見てみるっていうのは意味はあると思います。はい。大体、まあ、こんな感じで入念にチェックを行ってですね、はい。これでまあよしとすれば、再描画ボタンを押しますと。で、今、レポートに入ってるんですけども、今一度言っときますと、3枚以上じゃないとダメです。はい、認定されません。2枚だと、手動で2枚だと認定されません。はい、自動の場合はもともと3枚以上しか認識していません。で、1測定誤差、四角形の選び方が手動測定でいい加減だったりすると、荒い場合は、誤差が大きいとして、受付拒否、レポートモードに残りません。で、レポートモードに入りますと。はい。で、これで、送ればいいんですけれども、
自分がその先ほど手動測定した結果がちゃんと生き残ったのかな、どうかなってちょっと気になるかもしれません。はい、そういう時はですね、送る前にこの最終確認ボタンを押してください。最終確認ボタンを押すとですね、レポートモードまで生き残ったデータのみが表示されます。はい、これが結果ですね。多分下の方に、結構ちゃんと生き残ってますね。この9781番とかですね、手動測定だったと思うんですけど、違うかなとか、この9780は手動測定でしたよね。これきちっと生き残ってますね。測定ができていると。で、そうすると、ちょっと気になるのが、もう最終確認なんですけど、ここに1個いますね、何か。3、4、いますね。で、これ、見逃しがあったわけですね。はい。見逃しがあったら気になるから、もう一回この手動測定、もう一回いきます。で、右側の下にいたなと思って、ここですね。これですね。はい。1、2、3、4、2、3、4で映ってますね。はい。じゃあ、それをもう一回測定しようと思うので、マスクなしに、私はマスクなしがちょっと好きなので、で、プラスで、よいしょ。ちょっと拡大しますかね。わかりやすいように。ここにいますね。はい。1枚目はCCD の隙間にはまっていると。で、これをきれいに囲ってあげて、今度はこれ、拡大率、さっきのデフォルトの中でやってますけど、ちょっと下が気になるな。もうちょっと光の正確にこれがいいかな。ちょっと右斜め下に動いてるんですね。これはそんなに動いてないかな。もうちょっと、やや広めぐらいでもいいのかな。はい、それでもう一回再描画をしますと。そうすると新たな一点として認められるかな。5枚目は消えてるんですね。2、3、4。はい。で、これで改めてレポートモードにもう一回やると。で、最終確認、先にちょっと見たくなりますね。はい。で、もう一回最終確認してみますけど、先ほど選んだのは、9794番として認定されてますね。もちろんこの左側に明るいのはあるんですけど、これ2枚しか映ってないから測定していません。はい。じゃあ、いいかな。はい。こんなところとして、レポートモードに入って、名前を打ちまして、私はちょっと一応ダウンロードもちょっとしたかったりするんですけれども、このファイルの見方また、もっと詳しくっていうページにも書いてますし、上級編かどこかで解説してもいいかなと思います。はい。では、ここで。はい。こういうわけで、今ので8個と2個の基地天体を MPC に報告できましたというふうになります。はい。まだもうちょっとあるんですけれども、一旦ここで終わりにしたいと思います。